やかに進んでいくっていう。お金と思いきや過去を癒す。で、安心してどん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 こういうことを手放していく。はい、どうもよしです。どうもあきこです。はい、スターシードチャンネル、今回も始まりました。ということで今日もね、あきこさんはインドから、そして私よしは、東京からですねお届けしておりますが、今日のテーマはなんと、お金ということなんですけども、あきこさんどうですか？お金に対してなんか結構いろんなブロックあったんですか？あったんですよね。本当にお金、もうもらうことも、いっぱいありました。もらうことも稼ぐこともありましたね。稼ぐことも。例えばどんなブロックがあったんですか？お金をもらうことに抵抗があったり、お金は汚いとかですかね。稼ぐこと、いっぱい持っていることはいけないことなんじゃないかとかね。最近だとやっぱ親に足元を救われるぞとか、なんかそういうこと言われたりするんですよね。今でもですか？言われた、この間言われて、まだそんなこと言ってんだって。だから外れてきてるからいいんだけど、ずっとやっぱそういう感じ言われてきたなって感じ、ね。なるほどね。それってやっぱり子供時代に何かあったりとかしました？そうですね。子供時代、まあ普通の家庭なんですよね、私は。普通の家庭だから、やっぱりすごい、まあ自営を途中から始めてるんですよね、うちの親とか。だけど、まあ普通ですね。だからそれ以上になることに対して、やっぱりちょっと抵抗があったかな。普通であることをキープした方がいいんじゃないかみたいな。なんかそんな感じで、だから自分でやるっていう、なんか自分でビジネスとか仕事をするっていうことにすごく抵抗があったと思いますね。なるほどね。今回の動画はですね、結構僕も含めて、なんかお金に対するブロックがいっぱいある人が多いじゃないですか。やっぱ日本も世界もね。で、そこに対してなんかこう、なんかテーマとしてね、選ばれたんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、ちなみにちょっと僕の話もちょっとしてみましょうかね。よしさんのお金に対してはどんな感じですか？お金に対するブロック。まあね、このね、スターシードチャンネルではね、もう完全開示、自己開示でいこうと思うんですけど、僕セミナーとか講演みたいなところではね、小学生で起業っていう形で、言ってます。で、実際に親が借金で、夜逃げして、山の中で生活して、雑草食べてみたいなのあるんですよ。それは言うんだけど、でもね、やっぱりね、一番の、ブロック、お金のブロックっていうかな、なんかそういうのは、やっぱり子供時代にね、やっぱり親がね、喧嘩してたなっていうところ。かな、未だに。なんかこう、痛くなるのは。で、例えば、母親が、父親に対してね、なんかお金、なんでお金がないのとか借金してるのとか、なんかすごい喧嘩をするじゃないですか。子供の前でもね。そこをやっぱり思い出すとね、やっぱりこれ結構だから、なんか、そういうセミナーとかでこう笑い話にしてるんだけど、結構よくよく考えたら未だにそこを見つめようとすると結構痛いですよね。痛いし、なんかこう、なんか感情が湧き上がってきますよね。お金のことで喧嘩してたっていうことで傷ついてるのかな、自分が。なんだろうな、そこに対して、なんか、そうだな、お金に対して喧嘩をしている両親の感情に触れるのがすごい怖い、痛い、子供としては。だからそれをものすごく、なんていうかな、自分をその場所じゃなくて違う場所にこう追いやっちゃった感もあるね。もしかしたら。なんかそんなんあります？こういうのって、なんだろう、専門用語でよくわかんないけど言うんですかね。インナーチャイルド。インナーチャイルドだから、あれだよね、閉じ込めちゃったってことだと思う。ね、その時の感情怖いから、で、ヨシさんもスターシードだから、結局その感受性が他の人以上に豊かなんですよね。だから、もうね、その親が喧嘩してたっていうことだけでも、もうものすごいショックだし、そのお金のこととかの、だから、相当傷ついてるんじゃないかなって思う。そうね。だから今回の動画ではちょっとね、ライトな感じにいこうと思ったけど、結構もうしっくりがっつりね、
こうなんか向き合っちゃおうかなっていうふうに思いましたね、今回。いいね。せっかくなんで。やっちゃった方がいいよね。せっかくなんでね。で、こうね、いろんなところで、あきこさんとね、こう一緒にいろいろやってますけど、例えばブロック解除であったりとか、ね、こう、いろんなものをクリアリングとか、やってる自信はあるんだけど、結構、玉ねぎじゃないけど、玉ねぎの皮を剥けば剥くほど、最後の最後の芯に、まだまだね、なんていうの、いっぱいあるなっていうのが、やっぱり今でも感じますね。で、今日はもうとことん最後の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 皮の1枚を、この動画の中でも、剥いてほしいとか、剥こうかなっていうふうにちょっと思ってますね。すごいね。勇気あるね。せっかくだから。でも怖いですよね、なんか怖いんですよ。なんでだろうな。未だに怖いんですよね、よく考えたら。傷ついてるからだよね、やっぱりね。あとはやっぱりこう皆さんもあると思うんだけど、家族の中の、うちだから、うちに10歳上のね、兄貴もいるんですけど、その兄貴もなんか結構感情爆発みたいなのがあって、そうだ。だから僕はどっちかっていうと大人びた子供になっちゃったんだね。逆なんだね。お兄さんの方があれなんだ、感情出してた。兄貴はもう完全なるもうなんか、そうね、完全登校拒否もやってたし、なんかこう、感情をぶつけまくって僕にもぶつけまくってたから。なるほど、なるほど。そうですね。よくね、長男がそういう感じで、次男がこうさ、ぶつけまくるとかあるけど。そうか。そんなのあるんですかね。トシさんが、なるほど、なるほど。そういうのでも傷ついてるね。カウンセリングになってきましたけどね。大丈夫です。今回こういう感じでやってきますけど。だから、そうだな。そこは怖かった。そこに対しての、なんか、家族の中で親しい人が、すごいネガティブな感情を出してるなんて、そんなことってありえないように的な怖さを多分感じてたんでしょうね。そんなことね、家族なのにっていうしみもあるよね。そう。だからもうすごい感情をね、非常にこうなんかこう、殺しましたね。よく考えたら。感情を出さない。出せる人いたんですか？感情を出せる人。僕がですか？はい。こうなんかいなかった。そうね。お兄さんもあれだもんね。そう、いなかったかもしれない。で、途中にね、結構こうね、私のこのビジネス的にはですよ、そういうなんかこう自分でね、なんかこう山の中でゲームプログラム作ったのは作ったんだけど、そこは別に面白いかったし、なんかいい話なんだけど、一番の自分のポイントはやっぱりその家族の中のいろんなエネルギーにやられてしまって、なんかすごい殻に閉じこもってしまったっていう過去が自分の中での一番の子供時代のポイントですね。これどこにも言ってませんけども。ありがとうございます。言っていただいて。今ね、本当に同じように感じてる方が多いんですよ。本当に家族の。で結局だから潜在意識の一番奥のところにしまってあるものが、結局この高波紋になって浮き上がってきちゃうんだよね。浮き上がってきちゃうから、これが要はそのなんて重りになってて、これからね進む上でなんていうのかな、障害になるんですよ。こういう感情のバイブレーションを持ってるってことだからね。そう。だから今多いですよ。本当に多い。でも向き合わないとね。で大丈夫な時来ましたから、大丈夫だから。大丈夫ですかね。大丈夫ですよ。全然大丈夫。大丈夫。なんていうのかな。で結局このヨシさんの話聞いてると、こういう家庭のところに生まれて、要はもう自分を塞ぎ込むことによって、こうなんていうのかな、スピリチュアルとか宇宙の方に自分がぐっとシフトしたんだと思うんですよね。要はもうなんだろう、心の拠り所がないわけじゃないですか。その家庭の中っていうのかな、出せるところがないわけだから、こういうの多いんですよ。スターシードすごい多いと思います。こういう家庭選んでることとか。なるほどね。だからちゃんと設定されて、設定して生まれてきてると思うんですけど。なるほど。結構今この動画見てる人たち波動が重いなって感じてるとは思いますけども、これ大丈夫ですか？それはそれで。
いいんですよ。大事、これもね多分共鳴して同じようなところで来てる人がいると思うから、なるほどね。そしたら、うんそう、ここからどうすればいいかっていうと、その時の自分の感情を、自分が認めてあげればいいんですよね。なるほどね。ということは、ちょっと今僕も今回も最後の殻をもう一回ね、ちゃんと見てみようと思いますけど、その子供時代のその時の感情を味わえばいいですか、もう一度。どんな感じにすればいいですか？じゃあ、だから、ね、動画の中で出してんだけど、まあ、0歳から7歳と、何歳ぐらいに傷ついたのかな、そうだな、やっぱり、7歳ぐらいか、8歳ぐらいか。やっぱりこう、物心が自分で考えるようになってからでしょうね。それまでってなんか、それはそれでそういうものかって思ってるじゃないですか、子供って。いくらこう、家庭内でこうね、喧嘩がいっぱいあったとしても、そういうもんだと思ってると思うんだけど、多分それをなんかこう、いろんなことで分かり始めて、自我が目覚め始めた、多分6、7、8歳ぐらいでしょうか。もしかするとね。その時の、だから自分がまあどういうことあったかっていうのをちょっと思い出していただいて、その時どんな気持ちだったかっていうのを今感じることできますかね。結構きついと思うんだけど。そうね。ちょっとこれ自分だけのことでも恐縮なんで、皆さんもこれ見てる人はなんかそういう同じように、もしあるんだったらね、やってもらったらいいのかなと思うんですけど、これちょっとやってみますね。その時の、そうだな、ちょっと今ちょっと思い出してみますと、ちょっとね、若干こう重たい感じになってますけど、やっぱりこの、いいんですよ。いいんですね。いいんです、いいんです。例えばどんな気持ち？そう。ね、この母親が例えばこう父親に対して、なんかね、こう、いろいろと罵声を浴びせているようなところとか、ね、お金に対する、喧嘩、それに対して、そうですね、こう横でまあ、それを聞きながら、そんな感じですね。そうそう、どんな気持ちになったのかな、そこで自分は。これはなんかすごく寂しくて、なんていうのね、痛い感じですかね。痛い感じかな。痛い感じで、非常にこう、辛い感じですよね。で、こう、で、そこから離れてしまいたいんだけど、まあ、物理的には離れられないから、飛ばしてる感じですね、もうね。頑張ったね。そしたら、その時の自分今の自分が認めてあげるんですよ。よく頑張ったなって。自分が認めてあげればいいんですね。自分をね、その時の自分を認めてあげる。そう。はい、よく頑張ったなってね。そう、誰にも認めてもらえてないから、すごくね、やっぱりこう、誰かに認めてもらえればね、そういう感情は残らないんだけど、認めてもらえなかったから結局ずっとね、残るんですよ。認めてあげると、もうそれで癒されてるんだよね。その気持ちが少しずつ溶けていくというかね、感じになっていくと思うから、こう抱きしめてあげたりとか、あとはこういい子いい子してあげたりとか、そうですね。そばに寄り添ってあげるとか、それだけでいいんですよ。そう。これが今何歳だっけ？ 7 歳、8歳ぐらいでしょ？今ね、7歳、8歳ぐらいかな。ね。本当によく頑張ったと思いますよ。今、このバイブレーションをでも持つことによってやっぱ地球っていうのを体験してたと思うから、本当に地球味わってるよね。すごい。そうね。今でこそ結構面白いことやってたなって思えるかもしれないけど、こうね。ちょっとだいぶちょっと楽になりましたね、今ね。ちょっとやっぱ怖さがあったんですね、ずっとね。そこに対しては。怖いですよね。蓋閉めてきてね、やっぱりずっとそこで来てると思うんですけど、今みたいな感じ、今7歳、8歳、まだいろいろあると思うんですけど、こうやって認めていけばいいんですよね、何があったか。
そこんな感う。じ。じゃあこの後もやった方がいいですかね。じゃあ今7歳ぐらいまでやってみましたけど、今度は、じゃあちょっとこう、7、8、9、10、そうだな。その辺まで行きましょうか。ちょっと小学10。小学生とかどんな小学生。僕はまたこれ、完全にまたこれ10回字動画になってますけど。大丈夫ですか？大丈夫ですかね。すごい。僕はね、まあ、一回も今回何でも、今回ね、今年のテーマは自己開示じゃないけども、何でももう OK、宇宙系っていうのを思ってるので、僕はね、一つ、あれなんです、奇形児なんですよね。口唇口蓋裂っていう、口唇口蓋裂って何かっていうと、鼻と口が割れて生まれてくる子なんですよ。だから、今僕はまあ結構発音はよく改善してるし、歯も矯正したし、いろいろなって大丈夫なんだけど、もともとがね、なんかこう、発音が悪くて、なんかすごいなんかこう、言葉を出すのが嫌だったんですよ。なんかこう、鼻ももっと曲がってたから、なんかすごいなんか嫌だったんですよ、いろんなことが。だから、なんていうかな、そういう周りからどう見られるかとか、すごくね、気にしましたね。やっぱりね。その辺がやっぱり今度はまあ、小学校、そうね、高学年ぐらいから中学校ぐらいまでにまた入ってきますね、そういうのがね。はい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 。その時の、はい、どうぞ。その時のだからね、また感情とか、やっぱ傷ついてる、なんか友達に言われた言葉とか、まあその時に親が認めてくれなかったりとかね、またそういう時の、あと嫌だった先生に言われた言葉とかね、傷ついてますよ。スターシードの人はすごい傷つくからね、もう本当に。繊細だから。そこ行っちゃいますか、また。じゃあその時の傷ついたところらへんの、また行っちゃいましょう。もう今日はもうボロボロになっていきますよね。ボロボロにね。見てる皆さんも一緒にちょっと小学生の時とかね、感情を感じながら、まあ、よしさんもね、この機会にこうやって出してくれてるわけだから、すごい勇気がいるとは思うんですけど、今多いと思うから、今出しちゃうといいですね。恥ずかしくないですよ。そうね。素晴らしいことですよ。ちょっと、その時のね、子供時代の、そうだな、ちょっとまあ、思い出すとそうだな、例えば、小学校に入って、そうだな、なんか、自分では気がつかなかったんですよ。なんか自分のなんか発音が悪いなとか、気がつかなくて、で、なんかね、どっかの先生に言われたのかな、なんかこう、もうちょっとちゃんとこう、発音しなさいとか言われて、できないんだよねっていうのがあって、なんかそこからなんかまた、結構傷ついたかもしれないね、その辺は。できないね、劣等感みたいなのが出たのかな。劣等感とかね。そう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 。ね、そうね。その時の感情とかかな、なんだろう。どんな気持ちになったのかな、それ言われて。なんだろう、その時すぐっていうのは後々なんかじわじわ来たのかもしれないですね。何回もぶり返したのかな。ぶり返したね。そうね。自分は、なんか自分は違うんだな、人とは、みたいな。自分だけなんでみたいなところがまた生まれてきたかもしれないですね。そこでね。なるほど、なるほど。そっか。で、まあなんか、ここから自分の気配を消すようになったんですよね。これなんかスターシードよく言うね、みんな。気配消してきましたって。気配を消して生きたのでね。気配消した。気配消してきた。気配ね、僕は今でもちょっと特技の一つは気配を消すってやつなんですけどね。すごいね。誰にも気がつかれずに、その場にいることはできますから、できますけども。気配消す。気配を消す。これよくみんな言うな。本当に。気配消してんだ。気配を消します。スターシード多いわ。どうやんだろうね。本当に。みんなで気配を消すごっこでもやりますかね、じゃあね。かくれんぼじゃないけど、なんかね。そう。で、なんか、いかにだから人に話しかけられないかみたいなことをやりましたかね。そういえば。だから、人にいじられるのが嫌だったのね。そうだ、関西人なんですよね、でも僕が。関西って超いじるんですよ。そうなのね。超いじってきて、なんか変に普通に返すと、真面目かみたいになるんですよね。真面目かって、真面目ってことに突っ込まれるっていう、そういう風潮があるんだけど、なんかその辺からなんかこう、いかにこう人と
絡まずに済むかみたいな。一言で返すみたいなね、感じやってましたね。そう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 。あんまり接しないようにというか、そういう感じでしたね。なるほどなるほど。怖いよね。なんか怖くなっちゃうね、人間関係がね。そうですね。なるほどなるほど。そうだな。で、そんな子供時代、学生時代でしたかね。その時にじゃああれだ、どうだ、楽しかったのかな、楽しい感じとかっていうよりも結構、そうですね。だから楽しい時もあったけど、途中のなんか数年間はもうまさにこう、自分の殻にこう行ってしまいましたね。まさしく内側に行ってしまいましたね。内側にいたね。そしたら今じゃあその時の自分にちょっとこう寄り添ってあげて、どんな気持ちだったかな、そのバイブレーションが残ってるわけだから、どんな気持ちだったかな、何が嫌だったかなっていうのをちょっと感じてみてください。そうね。大丈夫ですか、この動画見てる人は。ちょっとこれ大丈夫ですか、これで。もういいね。これでいくか。これでいこう。お金、もうお金の話関係なくなりましたけどね。また別の、いいか。もうその時のね、感情ですよね。その時の感情は、そうだな。だからもう、あれですね。だからもうとにかく、そうか、バリアを張ってる感じですよね。常にバリアを張っている。そして、見つからないようにしているみたいな感じですよね。でこう、なんかこう目線が怖いみたいな感じですよね。はいはい、そうなるとね。エネルギー感じるからね、スターシードの人ってやっぱりこう、人のさ、視線とかやっぱり感じちゃったり、エネルギー感じるから、そうですよ。だから気配消しちゃったんだろうね。あ、そうかそうか。なるほどなるほど。ただまあ今ね、だからその自分自身で緩ましてあげるんですよ。大丈夫だよって言ってあげてください、その時の自分ね。でその時の自分に、自分をこう見てですか、イメージとしては。自分のその時のイメージ、自分を見ながら、その時の自分に今の自分が、なんていうのかな、声かけてあげるみたいな。できますか？はい。じゃちょっとイメージの中で、その時の自分に声をかけてみますね。よく頑張ったねって感じですね。頑張ってるよね。もう大丈夫だよって感じですかね。その時の自分はどんな感じになってるかな？その時の子供時代の自分ですか？そう。小学生。どうなってるか？今こう固まってるんだけど、こうやって話しかけるとちょっとこうなんか、なんだこれはっていう感じに、ちょっと聞こえたんでしょうね。聞こえたかもね。で、もう大丈夫だよって言うと、本当かなと思いつつもちょっと聞いてくれてる感じがありますね。ああ、いいね。なんかこう、そばにいてあげればいいよね。そばにいてあげたり、なんだろうな。まあこう抱きしめてあげるとかね、急にいるかわかんないけど、まあそんな感じやってあげればいいかな。緊張してると思うからね。そうだね、緊張してるよね。じゃあちょっとバリア張ってたからね。ちょっとバリアをちょっとこう緩和して、肩でも揉みながらね、ちょっとほぐしてあげましょうか。そう。友達みたいな感じでね。友達みたいな感じでね。はい。自分がいるよみたいな感じで言ってあげる。もう大丈夫だよってね。そうだ、大丈夫だよがいいよね。そう、このあたりあったんだね、やっぱり。今、そうですね、今こう、教室の中でね、こう机の中で机のところでバリア張ってる自分がちょっと
若干こう緩んだ感じしますね。そうね。よかったね。よかったよかった。こういう感じ、こういう感じでやってってあげればいい感じ。だから今、ね、少しずつやってますけど、まだね、今の年齢まであると思うんですけど、とにかく認めてあげるんですね、自分が。今の自分が、その過去の苦しかった自分を見てあげる。何があったか見て、これだけでいいんですよ。いやー、これはね、ちょっと今ね、また自分に戻ってきますけど、なんだろう。今って、ちょっとそっちの話なんですけど、今って過去とね、現在、そして未来っていうのが、こう、いわゆるパラレルに、それぞれ存在していて、多分もしかしたら今僕が自分の過去を癒した瞬間、自分の過去って変わっちゃったんですよねって思っていて、で、なんか、もしかしたらなんかそんな記憶が今蘇ってきたかもしれないですよね。なんかそう言われたら、なんかこう、そばにいて、そういう風な、励ましてくれたようなエネルギーを感じたかもしれないな、みたいな記憶が今、あるような気がする。今だから、そうだよね、今のヨシさんが変わっちゃうってことですね。その過去が癒されて、今のヨシさんが、パラレル移動するみたいな感じになるんだけど、過去が変わることによって自分の周波数が変わって、そうなんですよ。これって不思議ですよね。不思議だよね。不思議だけど、簡単にできてるってことなんですよ。だから本当に勇気を持ってというか、怖いと思ったけど、今外しといた方がいいんですよね。これから、これからなんですか？いや、これから本当にこういう周波数持ってると重すぎですね。重すぎて。重すぎ。要はこういうことを体験しに来てた。前半の私たちは、こういうことを体験しに来てたから良かったんだけど、要はもう、古いというかね、この周波数はこれからの時代には全然合ってないから、癒して、こう、手放しちゃうと、もう本当に軽々と進めちゃうって感じですね。なるほどね。で、なんかこう、今回こういうちょっとテーマがね、だんだんこう、なんか、だいぶずれてきましたけど、お金といえばお金。なんか過去の癒しかな、テーマ、ちょっとなっちゃったけど、今回同じような、特に今ね、スタシード、オンラインサロンとかもそうだけど、みんなが集合意識的につながってる感はすごいわかるじゃないですか。集合意識が、今日こうやって僕がこうやってると同時に見てる人たちが集合意識的に多分ぐわっとこうなんか変容する可能性があるじゃないですか。そうすると、僕の過去も変わったんだけど、その人たちも過去も変わり、集合意識も変わり、結果、ちょっと大きく言えば地球的に変わり、宇宙的に変わるみたいなことっていうのが、なんかいろんな場面で起きてるんだろうなって思うんですけど、そういうのってどうなんですかね。あると思います。本当に、だから今自分が悩んでることは、かなりの大多数の人が同じところが引っかかってるってことなんですよね。そう。だから今、ヨシさんがやることによって、これ見てる方も、無意識で、書き換わっちゃったりするものもあると思うし、それによって、そう。だから一人自分だけって思うと思うんだけど、これがね、やっぱり、見てる方もそうですけど、書き換わってるし、要はだからね、地球が書き換わって、宇宙が書き換わってって、だから、なんだっけ、小さいんですけどね、自分のことをやってるんだけど、本当にやっぱり大きいことをやってるってことにつながるんですよね。よくやってくれましたよ。いやー、なんかこうなるとは思わなかったけどね。まさかの。ねえ。ビジョンが来てたんですよね。ビジョンがずっと来てて。そうですか。どんなビジョンが来てたんですか？なんか寂しそうに立ってるヨシさんのビジョンが来てたんですよね。子供時代の？みたいな。小学生ぐらいかな。だからここをやっぱりちょっと伝えたいなと思って、ヨシさんが来てるってことは多分みんなもそうだろうな。私の最近の状況を見てると周りの人やっぱインナーチャイルドが出てる人多いから、それヨシさんのこういう、小さい頃のことっていうのはインナーチャイルドってやっぱ言うんですけど、インナーチャイルドが出てる人がやっぱり多いなと思ったので、伝えたいなと思ったんですよね。なるほどね。そっか、インナーチャイルドか。
そう。でこれあれですから、おばあさんとかだから年とか関係ないですから、この間ね、いとこと喋ってて、いとこのね、お父さんが何だったっけな、養子かなんかだったんだね。で、もう亡くなる直前に俺は養子で悲しかったっていう、その感情を言って亡くなったとか言ってて、要はだからそういう養子の時にさ、小さい時に養子になって、やっぱすごい悲しい感情がずっと残ってたんだよね。最後にそういうことを言ってたっていう。聞いた時に、だから年齢とか関係ないんですよ。小さい時に悲しい思いしてたバイブレーションが残ってるっていうことだから、早いうちに取っちゃった方がいいよね。そんな感じです。なるほどね。今回ね、なんかこう、あれだな、結局なんていうかな、その過去がね、変わって書き換えられるんだなっていうのって、つい最近なんか概念としてみんながこう、理解してくれてきたなっていうか、僕もね、なんか腑に落ちてきたんだけど、なんか、面白いですよね、そう考えたら。そうですよね。簡単に変わっちゃうんですね。簡単に変わっちゃうし、だから要はこういう手法とか、こういうことで良かったんだっていうことが、出てきたんですよ。こんな簡単だったんですよね、実は。だけど、私たちはやっぱりこうね、宇宙から来て、こういう不便さとか、本当にヨシさんとかの場合だ、もうこういう方、スターシード本当にいいですから、本当にね、誰も味方がいないっていうところで育ってきてる方、本当に多いですね、スターシードの方って。それによって、スピリチュアルな方にぐっと行くためにそういうところを選んできてるっていうのがあるんですけど、これをもう本当に外す時だし、今度は違う人生というかね、全く違うところをこういうのを外して、生きる時が今、なるほどね。そっか。じゃあ、ちょっと、このね、動画を撮るためにちょっとその最後のブロックというか、最後のその部分をね、残してたのかなっていうふうにちょっと僕も思ったぐらいですけども、良かったなと思います。はい。で、今日はちょっとテーマがだいぶ、なんだろうな、過去を癒すみたいなテーマにしましょうか。になっちゃいましたけど、そうだね。過去を癒すみたいにしましょうか。ちょっとお金と言いながら書き換える。で、あともう一個ね、じゃあ最後にですね、あきこさんの方から、宇宙からのメッセージっていうね、毎回ちょっとやっていこうと思うんですけど、いかがでしょうかと思います。はい。今見てる方とか、よしさんとか含めてね、メッセージをもらってみますね。よく見ましたねというか、そこの部分が最後に引っかかっていたところですよって言ってて、今これを見てる方もそこの部分が引っかかってるっていうことをハイヤーセルフが教えていますので、ちょっと苦しいかもしれないですけど、そこの部分をしっかり見つめて手放してくださいって言ってます。そして、そうですね、あなたのこう未来というかね、もう本当すぐ先のところなんですけど、全く違う本当に軽やかに進んでいくっていう未来がもう用意されていますので、安心して自分に向き合ってください。そして、あなたをサポートしている存在たちがたくさんいますので、安心かな、怖くないっていうことを言ってますね。大丈夫ですよって言ってますので、安心してどんどんこういうことを手放していってください。サポートしている存在がたくさんいますよってことですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回のテーマはお金と思いきや過去を癒すになりました。ということで、はい、ということでね、今回じゃあこのね動画を終わりたいと思います。では、本日もありがとうございました。また、見てください。ありがとうございました。はい、それでは。では。